今回は冬アニメが最終回直前の今からでも見てほしい作品4選をご紹介します。ハニーレモンソーダ。いじめられっ子だった女の子が自分を変えるきっかけをくれた男の子に恋をして底辺私立高校に進学し、自分を変えるために奮闘する少女漫画原作のラブストーリーアニメ。瞳のキラキラが特徴的な絵柄ですが、陰惨ないじめやドロドロとした嫉妬に主人公の女の子が苦しめられる展開が多く、そのピンチを憧れの男の子に救ってもらいながら成長していくというのがお話の基本形ですね。正直言っていじめの胸クソ感が凄まじくて、結局助けられると分かっていたとしてもモヤモヤしちゃうんだよね。底辺私立高校に入ったんだからそりゃそうだろ、それでもそこで生きていくんだろうというお話でもあるんだけど、闇があれば光もあるのがこの世の常で、男の子だけでなく主人公をサポートしてくれる女友達のキャラたちがいい味を出してくれてます。個人的に男の子よりも女友達の子たちがめっちゃええ子やんって気持ちで見てしまうね。端的に言うとクソみたいなドキュンとの対比から得られる友人たちの温かさが刺さるってことだね。助けてくれる男の子はどうなんですか？実はそこも引っかかる人が多いんじゃないかと思ってて、いわゆる俺様タイプのヒーローをしてて尊大で自分勝手なんだけど、いざという時には主人公を助けてくれるけどっていう、このいざという時がなかったら本当にただの嫌なやつで終わるタイプなんだよね。自分の内心も語らないしモノローグも入らないから感情移入がしづらいんですよね。マイナススタートの主人公王子様に助けられながら成長していくのは少女漫画のスタンダードな気もしますが、賛否が割れるからあまり話題とならない印象もあるのですが、興味を持たれた方はぜひ一度ご視聴ください。創世のアクエリオン。アニメ放送前から話題だった印象がありますが、展開についていけず脱落した人が多い気がします。このチャンネルのレビュー動画でもはっきり言って分かりづらいという評価なんだけど、一発逆転はまだありえると思うから見れるなら見た方がいいかも。一発逆転って従来のアクエリオンが外敵と戦うため少年少女が合体ロボットで戦ったように、本作でも学園に集められた子供たちが戦うのだけど、後半戦では自分たちを戦わせる大人たちや状況への不信感、大人と子供との真実をめぐる対立がヒートアップしてきて、展開自体に見応えはあるんだよね。この世界に張り巡らされた陰謀から脱して戦う理由を自分たちで見つけなければいけない。その成長のようが面白く、ロボットものと子供たちの青春群像劇として見れば燃える展開をしていると思う。個人的に押せるのはこれがあるからだね。こちらは随時レビューを投稿しているので答え合わせが楽しみですね。戦隊レッド、異世界で冒険者になる。前の2作品は避けてる人がいたらもったいないよという意味合いでしたけど、この異世界レッドは話題に乗り遅れるなという意味が強いですね。おかげさまで投稿してるレビュー動画はほぼ毎回評判が良く、再生も回ってくれてる。この勢いに乗じて特撮レビューも本格的に始めようと決意させてくれたすごいアニメです。やはり特撮ファンの関心度が高いアニメで毎週話題になってるのが大きいですね。スタッフやキャストに本家に関わった人が多いというだけじゃなくて、やっぱり原作者の先生が本物だから戦隊という要素の落とし込み方がうまいと思う。それはオタクがうなるネタだけでなくて、訪れた異世界での問題や人の悩みに対してレッドが絆の尊さを説いて問題解決に尽力するというドラマの描き方も本家の戦隊のヒロイズムを継承しているなぁと感じるよ。この異世界では魔術を扱う道具である魔道具の普及か独占かで意見が割れていて、社会問題化してるというのがこの作品が描く主題の一つとなっているんだけど、実は本家の戦隊も社会問題をお話に織り交ぜてることが多く、それが子供向けとは思えないストーリーとよく言われるゆえんの一つなんだよね。ストーリー構築でも戦隊解像度の高さが伺えるわけですね。戦隊オマージュ要素で言うと大暴走しすぎたアニオリの8話があるんだけど、どうも原作読者の視聴者さんによると本筋の方でもアニオリ改編が入ってきたらしいんだよね。もしかすると最終話に向けて別の展開をたどる可能性が出てきましたね。1クールでちゃんと締めるつもりなのかもしれないね。終わり方が楽しみですわ。君とアイドルプリキュア。2月から始まった新作プリキュアなので、最終回目前の冬アニメを見てという話題からはぐれた番外編なのだけど、これがとっても面白い。序盤である今のうちに見ておいてねってことですね。まずプリキュアとアイドルという組み合わせが斬新なんだけど、実は蓋を開けてみると
内容自体はかなりオーソドックスなプリキュア。原点回帰の要素すら感じさせる。街で暴れる怪物を戦い、最後はライブステージを展開して浄化させるというのはいつも通りなんだけど、そのいつも通りのプリキュアならではのヒーロー感、一般の人々との身近な存在感が、平成令和以降に確立されたアイドル像ともともと親和性がすごく高かった。だからアイドル要素を掛け合わせてもプリキュアらしさが高い水準で維持されてるのかなと思ったね。プリキュアの女の子たちも可愛いですけど、男性キャラや妖精たちも魅力的ですとね。人気アイドルのイケメンキャラ、うたちゃんにとってはアイドルの先輩であり、恋の予感もさせるという、積極的に同年代の男子キャラを出すようになった近年の流れもありつつ、この子が最終的に変身するかどうかも含めて、行方が見逃せません。妖精とマネージャーもいいコンビしてるし、サブキャラも含めて出だしが良いと思う。これからに期待したい。というわけで、2025冬アニメ最終回前に見てほしいアニメ4選でしたが、今回紹介できなかったアニメもたくさんあります。皆さんがこれはと思う作品があればコメント欄に書き込んでください。今回の動画やマイ話のレビューだけでなく、他にも冬アニメ関係の動画を企画していますので、ぜひお楽しみください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もお願いします。